慶應義塾大学大学院理工学研究科、環境科学研究室修士2年の村松です。私が取り組んでいる研究テーマはタンデム DMA を用いた燃焼由来粒子の帯電状態の測定です。大気中の微小な粒子というのは呼吸器系の奥深くにまで沈着することから、健康への影響が懸念されています。またその粒子というのが帯電している電気を帯びていることによってさらに沈着が促進されるということが判明しています。その中でも私は燃焼由来の粒子に着目しています。燃焼由来の粒子というとガスバーナーのような炎を想像されるかもしれませんが、タバコや線香といった日常により近いような比較的低温度の燃焼由来の粒子について測定を行っています。特にタバコというのは三次喫煙というものが近年問題になってきています。三次喫煙というのは発生したタバコの煙が喫煙者の髪や服について一定時間が経過した後にまた再飛散してしまうことでさらに有害性があることです。また三次喫煙というのはそもそも服や髪といった固体表面の粒子の付着から現象が始まっています。その付着に粒子の帯電状態が関わっているのではないかと考え、私は燃焼由来粒子、特にタバコの粒子の帯電状態を測定しています。今日は実際に燃焼由来の粒子、特に線香の帯電状態を測定している様子をご紹介いたします。こちらの密閉容器内で発生させた燃焼した線香粒子をこちらのミキシングチャンバー、またこちらの希釈器を通じて粒子の個数濃度を減少させます。というのも発生したばかりの線香粒子というのは大気中に浮いている微小な粒子の濃度に比べてかなり大きいことが知られており、装置にそのまま入れてしまうと濃度が高すぎることから2段階の希釈を行っています。タンデム DMA というのは、こちらの装置のことです。タンデムというのは、直列のという意味なのですが、こちらの DMA またもう1台のこちらの DMA を直列につないでいることからタンデム DMA という名前がついています。こちらから導入された粒子はこの筒の中を通り、筒から出てきたらまたこちらの2台目の DMA に入り、筒の中をまた通り、最後 CPC という装置で粒子の個数濃度を測定しています。こちらの2台の DMA を用いて、どの程度の粒子がどのサイズなのか、また、どの程度過電されているか、電気を帯びているかというものについて分岐を行っています。最後に CPC で粒子個数濃度を測ることでこのパソコンに表示されます。私が環境科学研究室を選んだ理由は2点あります。1点目はテーマの広さの魅力です。環境科学というと一般的には何をしているんだろうというのが具体的に想像しづらいと思うんですけども、この研究室では PM2.5 大気中に浮いている微小な粒子というものを中心に置いて科学的に生物的にまた AI とか情報的にもアプローチができるので幅の広さに魅力を感じました。2つ目は奥田先生の指導方針です。私は部活をやっていたので研究と両立できるかというのは結構不安だったんですけども、奥田先生が全部自分がやりたいことをやってみたらいいんじゃないと言ってくれた一言が今でも記憶に残っています。そのおかげで研究も部活も両立し、充実した研究室生活を送れていると思っています。私は学部4年時に就職活動をしていたのですが、就職と進学という進路を考える際にこのままの自分で社会に出てもいいのかと考えた際に進学を決意しました。大学院に進学して良かったなと思っていることが2つあります。1つ目は3年間研究活動に真摯に取り組んだおかげで身についた課題に対する論理的な思考力が相当上がったと思っています。また2つ目は学会に何度も参加させていただいたり度重なる発表の機会を設けていただいたことで自分の考えを多くの人に発信する能力というのがすごく上がったと思っています。研究室のいいところはメリハリがあるところだと思っています。研究するときはガッと研究するし、オフの日は結構みんなで集まってガッと遊んだりするので、そういったメリハリがあるところが自分は大好きです。